これまで何度も義母の予想外の言動に驚かされてきたけど、中でも今回紹介する出来事には仰天した。それはまだ私と旦那が日本に住んでいた時のこと。ちょうどキャンベラからメイが実家に泊まりに来ていた。ふとコンピューターを見ると、義両親のスカイプがオンラインになっている。それに気づいた旦那は、メイが滞在中の情報を聞き出そうと、早速スカイプで義両親に電話をかけたのだけど、出ない。珍しく義理の妹のスカイプもオンラインになっていたから、もしやと思い、義理の妹にスカイプ電話をかけてみると、案の定、義父と話し中だった。こうしてスカイプで三者同時通話に切り替え、義理の妹と義父、旦那で会話を始めた。当然私はその場にいないことにして、ちゃっかり話を聞いていた。旦那が、あれ、母さんはどこ行っちゃったの？と言うと、KY 義父が答えた。母さんは今ショッピングセンターに行っとる。買い物はいつも義父に行かせるのに珍しいこともあるもんだ。実は昨日友達のイアンが亡くなって母さんいろいろと忙しいんじゃよ。午後は奥さんのそばにいてやることになっとるしな。以前私も一度だけ会ったことのあるイアンは義両親のダンス仲間で長年交流があった。義父の話を聞いてボスでも意外と優しいところがあるんだなと思った。多分イアンの奥さんのために買い物していってあげるんだろう。しかしあの義母がそう簡単に変わるはずがない。ところで、あなたにとって友達が亡くなった時の最優先事項は何？最愛のパートナーを亡くしたイアンの奥さんは、ものすごく沈んでいるに違いない。友達としてそばにいてあげたいと思うのは普通だろう。そんなことを考えながら、密かにスカイプの会話を聞いていると、そこに義母が帰ってきた。あら、クリス。昨日イアンが亡くなったから朝から大変なのよ。ああ、父さんから聞いたよ。残念だったね。ところで、お葬式はいつやるの？まだ決まってないそうよ。それどころかオードリーはすっかり落ち込んじゃってダメだから、午後から家に行ってお葬式の段取りを一緒に考えてあげようと思ってるのよ。それはそうと、スカイプのカメラに映った義母の髪が妙に綺麗にセットされている。すると旦那がすかさず言った。ところで母さん、そのヘアスタイル素敵だよ。あら、そう？今ショッピングセンターの美容院に行って、カットとカラー、セットとジェルネイルもやってもらったの。ほら、お葬式で誰に会うかわからないでしょ？義母にとってキャンベラから遊びに来ている孫よりも大事なのは弔問客に義母がどう映るかだったのだ。今さら若作りしてどうする気？それより義父のみすぼらしい見た目を何とかした方がいいんじゃない？この会話を聞いてなんだかんだ言ってオードリーの家に行くのもただ飯のためなんだろうと思わずにはいられなかった。葬式が終わった翌週、義母がまた信じられないことを言い出した。もうオードリーとは会わないことにしたわ。このところオードリーが変わってしまったという義母。そういえば義母のもう一つの口癖に、あの人は最近おかしい。というのがある。この後、義母からなぜオードリーと会わないことにしたのか理由を聞いて仰天した。
だってひどいのよ。お葬式の後の会食をしなかったの。何にも出さないなんてひどくない？周りの人の態度が急におかしくなったわけではなく、義両親の度重なる軽猥な態度が周りをそうさせているようにしか思えない。なのに伴侶を亡くして落ち込んでいるオードリーが会食の用意まで頭が回らなかったのを批判する義母。友達が大変な時でさえ義母の頭の中には自分のことしかなかったのだ。これだけでもひどい話なんだけど、この後、義母の性格を表す出来事がさらに起こった。ところで、前回の動画で登場したリチャードとクリスティーンのことを覚えているだろうか。実はご主人のリチャードは、私の亡き父と同じ癌を患っていて、先日とうとう亡くなった。65歳だった。本当に素敵な人だったのでとっても残念だ。お葬式に参列した義母に旦那が様子を聞くと、ああ、すごくゴージャスで素晴らしいお葬式だったわ。式の後、会場ではお菓子やスナックだけじゃなく、サンドイッチやソーセージロールにピザまで振る舞われたの。それにアルコール類まで。リチャードは会社を経営していたから、参列者が200人を超える立派なお葬式だったようだ。だけど、義母の話を聞いて、ただ飯が出るかどうかで評価する義母に呆れた。どうせ KY はただだからと食べまくっていたに違いない。しかし、話はそれだけじゃ終わらなかった。リチャードより少し前に亡くなったイアンのお葬式の話になったのだ。イアンのお葬式とは比べ物にならないわ。という義母。そういえば、オーストラリアでは日本のお葬式のように香典の習慣がない。しかし、私の父が亡くなった時に、義理の妹がお花を送ってきたので、旦那に聞いてみた。オーストラリアのお葬式に参列するときって何にもお供えしないの？日本みたいにお金を供える習慣はないね。でも普通花とか持っていくかな。じゃあお母さんもリチャードのお葬式にお花持って行ったのかしら？どうだろうね。今度聞いてみるよ。答えは分かっていたけれど、後日旦那が本当に電話で義母に聞いた。すると義母の言い分はこうだった。いいえ、だってたくさんお花があったから。そんなにたくさんもらったって困るでしょ？行く前からどれだけお花があるかなんて分かりようもないのに。よくよく考えてみればおかしな話なんだけれども、毎回義母の突拍子もない話に面食らってしまって何も言い返せないのである。そういえば前にも同じことを言っていた。それはマルチミリオネアのお家に夕食に義両親と一緒に招待された時のこと。人の家に行くのに手ぶらでは行けないと思い、何を持っていけばいいですかと聞いたら、キャシーのところには食べ物も飲み物もいっぱいあるから何も持っていく必要はないわ。義母は確かにそう言っていた。結局誰の家に行くにしても、なんだかんだ理由をつけて手土産を持ってはいかないのだ。じゃあ持ち寄りパーティーの時はどうするかというと、長くなってきたからその話はまた改めて。